2ヶ月間休校していた他店。そこに立つ若い農夫は、目の前にびっしりと生い茂った背の高い雑草を見て、首をかしげていた。どうしてたが休のを少し休んだだけで、雑草がこんなにも伸びるのか。若い農夫の頭には素朴な疑問が浮かんでいた。プロジェクトマネージャーの分析によると、これは光の取り合いが原因なんだって。背が高い植物ほど日光をいっぱい取れて、他の植物の成長を自然に抑えちゃうんだよ。この時、教授はホワイトボードを取り出し、雑草の生態セニの順序を描いて、こう説明した。自然界では、工作が止まると、最初に現れるのは背の低い一年生雑草で、その後、根が強くてより高く育った亜年生雑草に置き換わっていく。三人は雑草に覆われた田んぼを見つめながら、まるで自然が静かに種の配置を調整しているかのように感じていた。教授は続けて説明した。実は、雑草にも順番に登場するルールがあるのだという。最初に背の低い一年生が現れ、次に中型の二年生、そして最後に背高泡立ち添うのような背の高い多年生雑数王が登場し、少しずつ田んぼの主役にあっていく。PMP のプロジェクトマネージャーはメモを取りながらこうつぶやいた。なるほど。これはまるで生態系のリレーだな。長く生きて高く育ったものが王者になるってわけか。若い農夫は考え始めた。じゃあどうやったら管理しやすくて、あまり強すぎない雑草をし、雨竜にできるんだろう。その問いに対して、教授は意味深な笑みを浮かべ、こう言った。それは、君がどの雑草と子共にやっていきたいかによるね。土壌の健康状態は、実はもう雑草によって、地費用に書かれているのだ。教授は、一枚の断面図を使って説明した。雑草の根茎は、土壌の物理的、科学的な特性を反映しており、最も直接的な指標視翼物なのだ。若い農夫は一株の雑草をじっくり観察し、その根が浅いことに気づいた。どうやら、下層ノッチが硬すぎて、根が深く伸びられないようだと推測した。PMP のプロジェクトマネージャーは、タブレットを取り出し、AI アプリでその雑草を撮影分析した。画面にはこう表示された。pH はやや酸性、塩分はやや高め。教授はこう補足した。スベリヒュのような植物は塩分が過剰な環境によく見られる。それは雑草が土壌の異常に自然に反応している証拠なのだ。若い農夫が叫んだ。雑草はまさに父のセンサーだ。PMP のプロジェクトマネージャーと教授は笑いながらこう言った。いや、ただ君がようやくこの翻訳機の言葉を聞き取れるようになっただけさ。教授は続けて代表的な3つの事例を挙げ、雑草を通じて土壌の病状を診断する方法を教えた。第一のタイプ、痩せた土壌型のうちに有機物が不足しているとき、最もよく見られる雑草の組み合わせはスベリヒュとメヒシバである。第2のタイプ、排水不利用型。圃場においてセリアウキクサなどの水生雑草が多く見られ、水が長時間滞留している場合は排水設計の不備が原因と考えられます。排水施設及び圃場の地形条件を再評価、抜本的な改善を行う必要があります。第3のタイプ、pH 値が低すぎる。酸性土壌では、シダシ翼物やヤブガラシンおような酸性環境に強い雑草が優先しやすくなります。こうした状態が続く場合、石灰資材による中和や酸性土壌に強い作物エノリン作を検討する必要があります。雑草はただ抜けばいいというものではなく、実発地の状態をこすすり教えてくれているのです。雑草の分布を読み取れる農家は、ただ除草するのではなく、土地全体を大切にしているのです。夕日の下3人は、畑のはす日に座り、風に揺れる雑草を
静かに見つめていた。教授はゆっくりと言った。雑草を観察することは、土地を理解する最も直接的な方法だ。どんな機械よりも早く、土の変化を教えてくれる。若い農夫はうなずきながら言った。明日から雑草観察日誌をつけ始めるよ。毎日雑草の変化と天気の影響を記録して比べてみるんだ。PMP のプロジェクトマネージャーは、これらの記録を分析レポートにまとめ、土壌の変化傾向を長期的に追跡することを提案した。最後に3人は一緒に帰り道を歩き出した。夕日が彼らの影を長く伸ばし、農業の学びがこれからも続いていくことを静かに示していた。もし、この動画を気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。新しい動画が公開された際、すぐにご覧いただけます。